はい、皆さんこんにちは、シャチパンです。今日はいつもの動画と違って個人的に興味深い話があったので取り扱っていきます。ついにあのメーカーも動きました。日立です。日立は2023年10月4日より一部の製品に指定価格制度を導入することを発表しました。国内の大手家電メーカーではパナソニックに続く2社目。これから発売する新製品のうちエアコンを除く白物家電の高付加価値モデル、つまり最上位モデルを指定価格に移行していくとのこと。指定価格を導入する目的は、従来商品の販売期間となるたった1年ちょっとの間で販売時の価格から半額となることもあったので、これじゃ商売にならんってことでしょう。どうですか皆さん。といっても中には指定価格って何ぞやってなってる方もいらっしゃるかと思うんで、簡単に触れておきましょう。指定価格とはパナソニックが2020年から始めた制度。メーカーが価格を指定する代わりに売れなかった場合の返品に応じるという条件で販売するという内容です。日本では家電を買う際、値引きするのがもはや当たり前のようになっていますが、指定価格の場合は値引き不可となるのが特徴です。それではここでネットや街の反応を見てみましょう。お客様には何のメリットもないね。指定価格制度は高価格になる。富裕層は買えるが大多数の中品高層は買えない。購入者のメリットとしては、いくつも販売店を回っても似たような価格であればそもそも回る必要がなくなるんじゃないか。要は貧乏人相手はしないってこと。まあそれで作る側の人たちも頑張って作れるだろうし、それで日立のファンの人がお金貯めて日立の製品買うと思うんで、それでいいんじゃないですかね。これね、やっぱ否定的な意見の方が多かったかなっていう印象ですけど、ここは一つ一メーカーエンジニア視点ということでお話ししましょう。ライブ放送でもちょっと触れた内容ですが、そもそもなんでこんなことすんのってことですよね。一言で言うと、日本の家電業界にはびこる負のスパイラルからの脱却をするためです。購入者は価格に非常に敏感。複数店舗回って少しでも安いところって一日中駆け回る人も決して少なくないのが現状です。そうなると家電量販店ではなるべく自店舗で買ってほしいので、値下げ競争が始まります。熾烈な値下げ競争の結果、1年も経つと価格は約半値近くまで下落。これだとメーカー側も利益が出ないので、価格を仕切り直すために大して進化もしていない製品を新商品として売り出します。これの繰り返しです。その背景では、量販店は展示スペースが限られるので、各メーカーは少しでも置いてもらうために量販店からの強烈な値下げプッシュを受け、年中ディスカウントしています。こんな風に家電量販店もメーカーも厳しい利益追求の果てに、いつしかこのような流れが生まれてしまいました。シャチパンも昔、幹部クラスの人間が量販店へ赴き、何やら根回ししていると聞いたことがあります。おそらくは展示スペースにうちの商品を置いてとお願いしていたと思われますが、立場弱すぎやろって当時は思ってましたね。消費者にとっては安くなって嬉しい反面、このやり方で進めた結果、今どうなってしまったか。そこには悲しい現実が待ち受けていました。2000年に入り競争は激化。その結果、多くの日本メーカーが中国や台湾に買収されたことは皆さんの記憶にも新しいでしょう。日本の技術は海外へ流れ、そして量販店では中国や台湾メーカーの家電も多く見かけるようになりました。メーカーは量販店からは買い叩かれ、そして毎年大して変わってもいない家電でも新商品として発売しないといけない。皆さんの中には大して変わっていないものを売り出すのがそんなに大変なのって疑問に感じている方もいるかもしれませんが、これね、めちゃくちゃ大変なんです。一つの製品を量産するにあたり、大して変わっていないものでも企画、広報、営業、開発、設計、調達、製造部門が絡んでおり、非常に多くの人が関わっています。宣伝も打ち出さないといけないですね。当然信頼性試験をはじめとする評価なんかもやり直しです。エンジニアの方なら分かってくれると思いますが、こんなのねやってたら本来やるべき新規開発なんてできないんですよ。
毎年新商品発表、そして量販店からの買い叩き、こんなダブルコンボを食らった状態で新技術への投資なんて当然難しく、そうなると攻めの開発ができなくなります。無難な開発に落ち着くんです。しかしリスクを取らずして革新的なものなど生まれません。思い起こせば日本メーカーから世界をリードするようなものってもう久しく見ていない気がしますよね。シャチパンがメーカーエンジニアとしてこの世界に飛び込んで15年以上、多くの友たちが志半ばで散っていきました。学生時代にたくさん勉強していい大学行って有名企業に入って安心したのもつかの間、気づいたらようわからん企業にいましたなんて、もうね、そこら中で起きてますよ。終身雇用なんてもう都市伝説です。そこで登場したメーカー指定価格制度、これで量販店からの必要な値引きによる価格の下落が抑えられますし、大きな進化がなければ価格の仕切り直しのための新商品を出す必要もなくなります。その結果、リソースを開発に投入することができるんです。さらに言えば、量販店がひしめく池袋ではかなり値引きされるが、地方だと全然値引きされないといった不公平感もなくなります。ただね、価格自体はやっぱり高めになるので、けしからん、大企業の横暴だと言われる方いらっしゃると思います。ただ経済というマクロ的な視点で見れば、購入者側も決して無関係というわけではないということ、忘れてはいけません。例えば国内メーカーの家電を買うと、メーカーが潤い、そしてその社員が潤います。社員の給料が上がれば消費をするので、また他の業界が潤っていきます。こんな風にお金は国内に流れ、経済が活性します。一方で外資メーカーのものを購入すると、お金は海外にも流れます。海外に流れたものは基本戻ってはきません。金は天下の回り物、直接自分に関係なくてもお金が外に流れるということは、経済が活性化されず、長い目で見れば自分の給料などにも影響してくるんです。そう考えると他人事でもない気がしてきませんか？今回パナソニックに続く形で日立も指定価格を導入してきました。今後このような流れはどんどん拡大していくかもしれませんね。ちなみに先行しているパナソニックはさらなる試みをしているように見えます。例えばこれ、自社のアプリに買った家電を登録し、サービスの申し込みをすることで、従来1年だったメーカー保証が3年になるというもの。もちろん無料。さらに言えば、報奨期間を延長するだけではなく、ネットを通じて故障検知、状況把握など遠隔診断もエアコンでは開始しています。これを聞いた時、シャチマンは量販店もうかうかしていられないなと思いました。その昔ネットショッピングが出始めた時代、家電量販店は大いに揺れた過去がありました。それはネットショップの方が大概安くて、お店で欲しいものを選んでネットで買う人が多くなるんじゃないかって懸念したわけですね。いわゆるお店のショールーム化です。実際には保証関係は量販店の方が充実しているので、小物ならともかく大物家電なんかは量販店で買われる人が多かったので、住み分けができているように見えますが、このパナソニックの無料延長保証サービス、保証内容自体は現状量販店の方が充実していますが、今後どんどん改善させていけば、ユーザーは指定価格で値段が落ちない量販店よりも同じ価格の公式ネットショップで購入する方がお得と考えるかもしれません。メーカーにとっても量販店による中間マージンを取られないので美味しいんじゃないでしょうか。量販店はね、買い叩きすぎたんです。今までと同じようなやり方では本当にショールーム化してしまう未来なんかもあるかもしれませんね。さて今回シャチパンがこんな動画をわざわざ作ったのは、私がパナソニックあるいは日立社員ってことは当然なくて、指定価格を導入するのは何も皆さんの生活を脅かしたいわけでもないし、大企業の横暴でもなくて、ただ必死に生き残ろうとした結果ということを知っていただきたかったからです。最後に勘違いしてほしくないのは、何も私は日本製の家電だけを買えと言っているわけではありません。今更何を言ってるんだって思うかもしれませんが、家電に罪はなくて、良いものであれば極論どこ製でもいいと思っていますし、今までそのつもりで各社を等しく評してきたつもりです。今回のこと、捉え方は人それぞれでしょうが、なんというか日本企業を応援するような気持ちで見ていただければいいのかなって思いました。それじゃ今回はこの辺で。以上、シャチパンでした。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。また見てくださいね。また見てね。